this video, the first half, we're going to do in English, and the second half, we're going to do in Japanese. Because the second half, I think we're going to talk about on like Japanese society, like maybe problem. So yeah, we're going to do it in Japanese. じゃあじゃあもうパニクってるそうちょっと待ってねまあでも日本語でまずちょっと紹介したいと思いますはいじゃあ皆さんこんにちはこんにちはキャットスペースですお前がそう私のチャンネル初めて日本語でインタビューするつもりです、ね、この動画で、で今の動画は後半なんですけど前半は英語でやってたで今回の動画どうして日本語でしようかと思ったかというと今からインタビューしたい質問は日本の文化や日本の社会問題についてちょっと話したいと思いますから、ね、今見ている日本人の方もし興味あればぜひcontinue ぜひスキップしないでねcontinue してくださいさあまずはクイーンはアメリカ人なんですけどもう日本で2年半ぐらい住んでいて、日本語話せなくなってる2年半ぐらい住んでるそうで日本語めっちゃ上手日本に来て始めた時日本語学校で日本語1年半ぐらい勉強したで去年の9月くらい、もう卒業して、で東京から京都まで引っ越ししたで、京都に引っ越したのは去年の9月、10月ぐらいで、半年ぐらい何もしなくて、その後でボランティアしだして、でいろんなボランティアしだしたんだけど、最初のボランティアは多分気づきっていう不登校の子たちのための塾、不登校である子たちのための塾だった。今違うの？今もやってるよ。あともう2つのボランティアもあって。今2つ？今全部3つ。3つか。そうだからその気づきっていう、塾と、2つ目は山科っていうちょっと貧困家庭が多い地域、京都の地域みたいな。貧困家庭は？お金が少なめの。お金があんまりないちょっと。貧乏ないと。ごめんなさい日本語。山科っていう貧困家庭の多い地域で、青少年センターのなんていうの食堂じゃないけど、山瀬カフェっていう活動をしてて、でそれは軽食を作るっていう感じだから、作りやすい、軽食を作ってあげて、100円で売ってるみたいな。そちらは学校ではない？学校ではなくて青少年活動センターだから利用者は実は30歳までの人たちだし、少年じゃない実は青少年ではあるよ一応であとボランティアたちも一応30歳までで、最後のボランティアは定時制の高校の居場所づくりみたいなボランティアで、定時制というのは本当にこの概念は日本の概念だから、他の国にあるかないか分かんないけど、でもその何らかの理由で普通の高校に行けなくなってる子たち、例えば不登校になって学力的には追いつかないとか、家庭の事情で働かなきゃいけないとか、そういう子たちが通うような、とにかく学校に遅れてる子たちとかそういう子たちのための学校。そのボランティアの何がする？話すだけ？そうだから居場所づくりっていうのはもしかしたらその子たちの中で居場所があんまりない子もいるかもしれないという、で第 2.5 場所を作ってあげようという活動だけど、第 2.5 ってどういう意味かというと、第1が家だとして、で第2は大体学校、で第3があったとしたらそれは大体その青少年活動センターとか、だけど第3にはなりきれない理由としては、学校内で行われてるこのイベント
だから第 2.5 って言うんだけど、あだからその学校に入って、でも一応そのイベントを行ってる大人たちは先生でも親でもないから、また違う人たちと関わろうみたいな。まあ、その理由多分もう、まあ、先生とか親になんか対して話しにくいそうなんかいろいろ話しづらいはずだし、ね、そうなんかもしかしたらなんか親との関係がそもそも良くないとかそういう子もいるし、結構いい気分転換出る、でじゃあこういうボランティアワーク全部違うホームページで探したの？まあ同じアクティボアクティボという日本語の発音わからんでもアクティボかなアクティボというウェブサイトで調べてで全部出てきたっていう。でそれは時間とかどうやって選べるの？アルバイトみたいな感じ？自分が合わせる？俺ほぼ毎回行くからなんかその塾の方は毎週同じ時間だし、でその軽食のやつも毎週同じ時間で、定時制の高校のやつは、たまに変わったりするけど大体木曜日と金曜日だからほぼ全部行ってる。OK。最初はどうしてこういう、まあ特にどうして例えば不登校とかさっき言ったの 2.5 ボランティアワークするので、例えばボランティアワークだと、まあ、別に動物でもいいし、確かにまあ俺そもそも教育に興味があると思う。あと社会弱者みたいな、とかそういう問題にももともと興味があって、だからあと自分も出席率が本当に2割に落ちたとかそういう時期もあって高校の時、だから不登校という問題に対しては本当に共感できるかもしれないっていうところもあったし、あと普通に今までの日本人との関わりは大体国際交流のためだったけど、本当に普通の日本の社会にも入ってみたかったっていう。普通よりちょっとマイノリティのそうまあ多分その軽食の方は別に貧困家庭だからじゃなくて、普通になんかコミュニティのために軽食作ろうみたいな感じだから、そっちが一番普通かもしれない。でやっぱ言ってくれた通りその不登校のやつと定時制の高校はちょっとレールを外れた子たちとか。もういるけど、でもだからこそ知りたいというのもあるし。なるほどね、じゃあ今までも半年ぐらい、まあ、やっててで、じゃあ今まで気づいたこととかある？で特に私なら、みんなこういう不登校児どうしてなんか不登校になったのか。絶対理由直接聞かないでしょ。どうして学校に行きたくないの？仲良くなってからはために聞くけど、確かになんかあんまり積極的に聞かないかも、でもいじめっていうのが多いかな。なんかいじめと普通の学校のプレッシャーとかという2つが一番多いと思う。確かになんかアメリカだったら出席率が本当に低い子たちは大体貧困家庭のイメージが強い。なんか大人たちの手が回らなくて、子供は大体見られなくて、てか見てもらえなくて、で遊んじゃおうとかそういう子が多い、やんちゃな子が多いイメージ、だけど日本だとどっちかっていうとうつ病っぽいイメージ、引きこもりとか、落ち込んじゃって回復できなくなるとかそういう子が多いイメージで、実は実際に話してみたらそこまでじゃないような気がするけど、でもどっちかっていうと俺が関わってる子たちはなんか回復中っていうか、もう定時制の高校に行き出してるから。クイーンのポジションとか、まあじゃあ今やっているボランティアワークだと何をするの？なんかただ話すだけ。その居場所作りは本当になんか2つのイベントの種類が一応あって、で1つ目はボードゲームをするっていうのが決まってるからいつもボードゲームをする。じゃあボードゲームもともと知らなかったとやり方とか本当に大変だし、一番日本語の問題が出てくるやつ、日本語が一番分かりにくいやつ。ちょっとそれはクイーンが子供たちに教えるとか、どっちでもいい子供がクイーンに教える。
あげる？多分子供がゲームを選んでたら大体その子供はもうそのルール分かるし教えてもらうって感じで、もしちょっとなんていうのかなうろうろしてる子がいたら、こっちからゲームをおすすめするけどその場合はこっちはルール分かってるから大丈夫。でそこからじゃあルール読みましょう。そうって感じかな。でもいいね、ゲームからやったらなんかいい話なくなる。そうだからそれは一つの種類で、その二つ目は本当にただのんびりしてるだけみたいな。なんかボードゲームは一応置いてあるけど、でもボードゲームはしなくてもよくてただおしゃべりするとか、お菓子とか飲み物はあげるから、少なくともそのために来る子が多くて。で、大人たちと話したかったらそれもできるし、他の子たちと話したかったらそれもできるし、なんかいざとなったらワンツーワンじゃない？なんかそんなことないよ。そうなの？グループ？そうなんかただ教室っていうか、部屋があってで子供たちが来て、普通に、じゃあ自分やりたいこととかやってとか。そうだから普通にどこにでも座ってでそれはクイーン一人だけ？ボランティアが日によって違うから2から8人ぐらいでみんなじゃあ例えばボランティアとこうはなんか誰が話したいとき別にそう臨機応変何でもいい、でも絶対こういう子あるじゃない？例えば何もしたくないとかただ引き込むとか。でも自分たちの意思で来てるから強制はされてないじゃん、そのイベント、だから本当に行きたくない子は来ないし何らかの理由では来てる。なるほどなるほど。そう少しずつ関係を構築して、でなんか例えばゲームが好きな子たちは、ほぼ毎回ゲームの話するとか、だけどいざとなんか相談したいことがあったら、もうその関係があるから相談しやすくなった。じゃあ今までちょっと仲がいい子とかいる？なんかいる。じゃあなんかクイーンがなんか察したこととかある？例えばみんなどうしてここに来るかとか何がただ話大体例えば部活には行きたくないけど学校にいたいみたいな子たちはなんだかんだ来てみたいな。面白いのは、もしかしたらある他の日本人の子たちよりは、自分のことをよく知ってる子が多いと思う。なんか一回不登校になってで自分の意思でまた学校に通うと思って来てるから。じゃあ多分こういう子が自分と周りの人、周りの日本人合わないとか。それはあるかもしれないけど分かんない。その子たちまだ社会に入ってないからね。でも、やっぱ日本はほとんどの人は大学に行くけど、この学校だったら5割ぐらいしか行かなくて、すぐに就職するとかそういう子が多いからそういう意味では違うし、そういろんな事情があるだろうけどね、こういう、ボランティアワーク始めてきた時なんか面白いのなんかしかもクイーンだけ一人の外国人。そう俺が初めての外国人なの。そう多分日本人でもそういうなんかホームページとかボランティアワークあんまり知らない方が多いから、正直なんか大学の授業のために来てるボランティアもいるみたいな。大学の授業のために単位を取るために何かのボランティアしなきゃいけないみたいな感じとか、そういう人もいれば、あと普通になんか社会人だけどこういうボランティアしたいとかそういう人もいる。なるほど。じゃあこういう子と交流したらなんかわかんないけど、例えば日本の教育についてなんか思いつかったことはある、とか、でもどこの国でもこういう問題あるでしょ、いじめ問題とか。いやでもやっぱ、例えばこれは本当に文化というよりかはその学校の形自体だけど、日本ってかアジアのほとんどだと思うけど、組があるじゃん。だから一日中自分のクラスと一緒にいて、で先生たちが変わるみたいな感じじゃん。海外じゃないな、アメリカとかそういうじゃない。でアメリカは逆に子供たちが移動する。
小学校から中学校、中学校からそうだからみんなそれぞれスケジュールが違ってなるほどそうでなんか、1時間目は俺は数学だけど友達が国語で2時間目はもしかしたら一緒になんか、アメリカ史とか、でじゃあ自分選べる選択授業もあるし、必須科目とかもあるから一日中同じ人たちといるのが、俺の教育と結構違う。なるほどね。まあこういう教育方式だと、結構大学しかないと思う。マレーシアもそうだし、日本も多分大学から自分のなんかコース選べる。でもね大学前は全部さっき言った通り先生が変わる。そうだからそれも、日本は統一されてるけど、アメリカは結構バラバラ。その同じ学校の中でも子供たちみんな自分の授業、時間割があってそれ悪いなの別にいいとか悪いとかじゃないけど、でもいろいろ変わってくると思う。例えば、いじめっ子がいたらさ一日中一緒にいる。なるほどね。から文化と関係なく普通にきついじゃない。そうで同じ空気でなんか呼吸してるとか空間で逃げられないとか、アメリカだったら自然と、次の授業に行くとかで、あと普通になんか知り合いとか少なめかな。なんかアメリカも授業は6つもあるからそう確かにねこうだと例えばなんか先生だけ変わると結構仲がいい友達、最初からもう決まったんでしょ、もし私今日はもうなんか友達いない子だとなんか本当最後までもうずっとねあと自分の教育っていうか自分の関係と結構違うなと思ってたのは、男女が完璧に分かれることが多い。本当に多すぎてマレーシアも、マレーシアだと中学校とか高校別にルールはないんだけど、でも結構アジアの習慣かな、みんなそれぞれ自然に分けてる。毎回びっくりする。なんか一緒になったら気まずそうって感じだから、気まずいより本当周りの関わり方わかんないかなと思って。でも周りの人言われるそう確かになんか付き合ってるだろうとか、その人好きだよとか、そうだからそれも確かにね、確かになんか日本多分グループワークは日本にでもあると思うけど、でも俺のアメリカの経験としては、グループにされることが多い、普通に授業の流れで。だからなんかこの4人で何かしなきゃいけないみたいな。でそれが多すぎて自然と友達になる。それは先生が決まった？なんか誰と誰一緒？それもあるし、あと自分のグループを決める授業もあるけど、でも普通に多いの。だから授業が多くて、その中の授業のなるほどその中の授業の例えば3つでいろんなグループワークがあって、そこで自然と仲良くなってみたいな。だから積極的に関わらなくても自然と友達になると思う。確かにね。日本はわからないんだけど、マレーシアもあんまりないな、グループワークだ。なんか男女の友人関係が珍しい。少なくとも珍しいって言えるから。だからそれは気になった。なるほど。さっきもともと教育だけ聞きたかったけど、結局教育の問題じゃないね。環境の問題も結構影響がある。そうだからどういう何が教わってるのかだけじゃなくて、いろいろ。その教育自体は正直俺があんまり関わってなくて、いろんな話聞くよね。なんかアメリカはアウトプットが比較的に多いとか。だけど実際に見たことはないし、よくわかんない。じゃあ次聞きたいことは、じゃあクイーンは東京で住んでいたのは1年半ぐらいだったで、今まで京都だと1年ぐらいね。どう？その生活についてなんか違うとかある？生活は全然違う。じゃあ本当にちょっと待って、まず東京で住んだ場所は結構バラバラだった。本当になんか3、4回ぐらい引っ越した。でもずっと東京の周り。埼玉にも住んでた。埼玉も東京の周りっていうか、でも
そうだから最初は浅草橋のシェアハウス、それは17人かなんかのシェアハウスで、その次はホームステイ、でホームステイ2つもやって、いや3つもやって、でその後では全部京都に引っ越した日日本人だからその最初の家族は4人家族、で2つ目の家族は3人だった。そのシングルマザーと子供の2人と言っても、その子供の2人は20代だったから、本当の子供じゃなくて、そうでもみみんなで暮らしてるみたいな。同じぐらいじゃん。そう俺の年、1人は俺の年上、1人は俺の下だった。仲が良かった。仲良かった。で、3人目は79歳の方。79歳の日本人の方。1人だけ？その方は自分とホームステイの2人と一緒にいつも住んでたから。で京都はずっとシェアハウス、ずっと同じシェアハウスに住んでる。そうだから生活自体はまあ一番違うのはやっぱ東京では語学学校に通ってて、で京都ではそうしてないから、それは結構違うし、あと東京はやることが多いけどみんな忙しいから京都はもっとなんていうの？みんな忙しいは遊びも含めて忙しいということ？予定が大体埋まってるって感じだし、あと仕事が普通に忙しい、残業が多いイメージとか。通勤も大変だったり。そうで京都は多分家族とか家庭が多いから、ちょっと余裕あるかもしれない。そうなんか街中を歩いてたら普通に子供たちよく見かけるし、そうだから自分の生活も結構違ったし、なんか東京の時には毎日ぐらい出かけて、で京都だったら出かけない日もあるみたいな、普通にシェアハウスのみんなで暮らす。京都の方がゆっくりにできるみたいな感じ。そうだから自炊しだしたしなんかパーソナルトレーニングにも行ってるしみたいな、ちょっとなんか自分の生活の習慣とかに集中してるみたいな。東京に行った時も自分の生活じゃない？まあでも東京はもっとなんていうのかな、遊ぼうって感じだったかな。でじゃあ例えばお店まあ言いたいことは東京の日本人と京都の日本人なんですけど、もちろんみんな別々でも多分一番分かりやすいのは例えばお店の店長様とか、例えば東京と京都。でも確かになんか俺京都の時には特に自分のなんか近所のとこに行ったら自分の顔を覚えてもらうことが多いみたいな。だから店長が自分のこと知ってるとか、ちょっと常連扱いっていうか。じゃあ結構お客様になんか話しかける感じ？俺が行ってるとこはね、よくわかんないけど。でそれはクイーンから話しかけたとか、別に店長様もなんかすごく優しいなんか熱情、でもフレンドリーとか自然と話すと思う。まあそのお店が狭いから、で店長はいつも見えるから、普通に話すかな。だからそれも違うかな。なんか京都のコミュニティの方が小さい。でもしかしたらそういうコミュニティは東京にもあるかもしれないけど、チェーン店が普通に多いし。まあ確かにね。東京でもずっと同じお店あんまり行かないと。あんまりそのお店の人たちとわざわざ関わる必要がないし。自分住んでいる場所でもよく行くのは結構チェーン店でしょ。でチェーン店でもちろん店長あるのかなみたいな。なるほど。で聞こうとした県民性っていうか、なんか京都県民性なるほど。なんか京都の雰囲気と東京の雰囲気の違い。東京は県民性のなさが県民性っていうか、本当になんか東京出身の人少ないじゃん。だからみんないろんなとこから来て東京に合わせて自分の性格をある程度抑えてるみたいな感じで。例えば関西いらっしゃってる方だと関西弁も標準語になるとかね。確かに。でそれに比べたら京都はもっと伝統的だし、で本当になんか何十世代とか京都に住んでる家族もいるだろうし、みたいな。結構関西弁が強い。みんな合わせる。クイーンが東京から来るから
まあ標準語できる人が少ないと思うから普通に関西弁は強すぎる。そうまあ別に強いとは思ってないけど、でも話し方違うなとは思う。でまあ京都はそのなんていうの遠回しの言い方で有名。それはある程度経験してるけど、でもみんなが言ってるほど激しくない。自分が気づいてる限り、多分気づいてないとこもあるだろうけど、そうまあでも確かにその遠慮がちなとこは東京よりも激しいし。例えばどう？例えばなんかバイトに行く、でバイトではネックレスが禁止みたいなルールがあるとして、でもそれを忘れて、そのネックレスをしたまま行っちゃったみたいな、ことがあったら、店長に「あ、そのネックレスすごい綺麗ですね」みたいなこと言われて、で「あ、すみません」みたいな流れとか。そうだからたまになんか褒められてるけど実は注意されてるとかそういうのがあったりして。クイーンがそこで住んでいたらどう？こういう言われたら結構もうちょっと考えないといけないみたいな感じ。まあその文章の後ろ何の意味入ってる気をつけてるから、まあもしかしたらアンテナが張ってるなんかなんかそう東京にいる時よりは気にしてるかもしれないけど、はい、いやでも別に慣れてきたら大丈夫。でも別になんかみんないつも嫌味言ってるわけじゃないから、ただそういう人もいるかもしれないから、ちょっと気をつけないとっていう、そうそれがある。なんか東京は良くも悪くも、そこまでの東京だからっていう雰囲気は俺的にはない、けど関西に入ってたらやっぱそのなんていうの大阪に行ったら、みんなふざけてるみたいな冗談が普通に多い、盛り上がってるみたいな。まだ経験してないからちょっと分かりにくい。でも東京もなんか外国人いっぱいいるじゃない。じゃあ京都はどう？京都はどうだろうね。俺家族のでも多分外国人が多いかどうかすら分かんない。俺あんまり関わってないから。それも違うよね。なんか東京に住んでた時に、まあ言語学習が中心だったし、積極的に国際交流の場に行ったけど、でもそう大丈夫で、京都の場合は俺あんまり日本語勉強しようともしてないし、だからいるかどうかは分かんないけど、でも聞きたかったのは例えば家を出たら例えばね、街中ででも確かに東京は京都より外国人の店員さんとか多いし。なるほどね。そう街中では観光客が多いけど住民は分かんない。でも京都はなんか観光地で集まってる外国人は、だから俺の駅はあんまり観光地がないし、外国人もあんまりいない、そうあとなんか京都が狭いからこそいろいろ知れるみたいな。俺なんか青少年活動センターは実は7カ所しかなくて、で俺その7カ所の中で3カ所に行ったことあるし、だから少しずつ全部知れるみたいな感じ。長くいたらなんかすぐそうちょっと京都府ごめんなさいいやでも京都まあ京都府の京都市結構あるからそれぞれ違う活動してるし、俺それを知るのが好きだから。話したいことやっぱ全部話終わったと思う。まあ日本語まだ勉強中なんですけど俺も何が言ってた本当に何も分からなくて、まあ今日クイーン来てくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。でみんな分かんないなんか好きだから登録してでまあもし何が考えがあったらコメントしていただければ嬉しいと思いますじゃあまた今度の動画で会いましょう。バイバイ。お疲れ様です。お疲れ様でした。You survived.